これでわかるピグマリオン。ピグマリオンというと皆さんは何を思い出すでしょうか。ピグマリオン効果という言葉が思い浮かぶ方もいるかもしれません。これは人間は期待された通りに成果を出す傾向があるとされ、親や教師が子供に期待して教えることの意味を表す教育心理学用語。もしくはバーナード・ショーの戯曲ピグマリオンを思い出す方もいるでしょうか。音声学の教授がロンドンの下町なまりの花売り娘を教育し、上流階級の話し方をするように変えていき、そして自分の作品とも思える彼女に恋をする。ただ彼女自身を独立した人格と認めようとしなかったため、彼女は去っていってしまう。そしてこの話が元になってできたオードリー・ヘップバーンの映画マイ・フェア・レディを見た方もいるかもしれません。バーナード・ショーの作品とはラストが違っていますが、これらはもともとギリシャ神話のピグマリオンから来ています。こんなお話です。キプロスの王ピグマリオンは現実の女性たちに幻滅し、一人で暮らしていました。芸術家でもあった王は自ら理想の女性の姿を純白の象牙で彫り始めました。いつしかピグマリオンはその像に恋心を抱くようになります。話しかけ、熱い胸の内を打ち明け、服を着せ飾り、ベッドに横にして添い寝までする。ある日、ピグマリオンは愛の女神アフロディーテに向かって祈りました。いつかこのような女性が私のもとへ現れますように。アフロディーテは願いを叶えてあげました。ピグマリオンが家に帰ると、彫刻の肌は赤みを帯び、触れてみると弾力を感じる。キスすると彼を見返しました。こうして彫刻は生身の女性ガラテアとなり、王の妻になって二人は幸せに暮らしました。こちらの絵をご覧ください。ジャン・レオン・ジェロームのピグマリオンとガラテア。ジェロームはリアリズムを追求した画家で、その技量がこの作品で素晴らしく生きています。ガラテアの足元はまだ象牙の質感を持ち、だんだん上に行くにつれて肌の温かさや柔らかさを表現。冷たく硬い質感の足元と柔らかくしなる上半身のコントラストに圧倒されます。創造主であるピグマリオンが思う通りに作ったのですから、間違いなく好みの外見で、妄想から生まれているので性格も理想の女性。ただ人間になるということは人格を持つということ。どこまで思い通りになるかはわかりませんけどね。ギリシャ神話ではバーナード・ショーの作品のように彼女は去っていってはいないようですが。では最後に他のピグマリオンの絵画を見ながらお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。